せーの、皆さんこんにちは、かねです。こフェです。はい、今日は久々に我が家からお送りしたいなと思います。はい、2023年1年を振り返ってみたいと思います。イエーイ。イエーイ。はい、ということで、はい、ゆるゆるとはい、振り返っていこうかななんてはい、思うんですけども、2023年を振り返るうんでよろしいですか？はい、ということではい、 2023年はいろいろとありましたね。はい、気づけばね終わりそうですけれども、うんうん、振り返ってみるとはい、メディア出演が結構多かった年になりました。はい、まあちょっとね1年振り返ってみようかなと思うんですけども、はい、まずね年明けに、はい、関西テレビさんの報道ランナーというニュース番組の中ではい、私たちのドキュメント、模擬挙式について、その前後らへんをずっと僕たちの思いとかを伝えていただいたりしたのがきっかけで、4月か NHK の超多様性トークショーなれそめに出していただきっていうことで、どうでしたか？なんかテレビの反応がやっぱりね、はい、はい、うんうん、まあでもそれぐらいからもともとのね友人とか元職場の同僚とかにも知ってもらって、僕わざわざね YouTube やってるとかっていうのはなかなか皆さんに言ってなかったんですけど、テレビ見たよとか言って声かけていただけることも増えたし、応援していただけるようになったかなと思います。うんうん、今年全国プライドイベント合計9カ所回ったんですけど、うん、やっぱりそこでもねテレビ見ましたっていう声がちらほらいただいたんで、やっぱりなんかテレビの影響って大きいんだなっていうふうに感じた1年でございました。テレビ撮影はどうでした？緊張したね。そうですね、うん、テレビ出たことあります皆さん？スタジオの収録とかももちろん人生で初めてだったので、なかなか緊張しました。なかなかねうまいこと YouTube みたいにリラックスした状態で喋れるわけじゃないので、ちょっとね慣れてなかったんで緊張して喋れなかったですけど、本番はうまいこと編集いただいて本当に感謝しております。なんかいろんな層の方に届いたなと思っていますね。はい、YouTube 以外でね、うちらの YouTube までたどり着かなかったであろう、層の方にも届いたなと思っていて、それこそ今年ね講演活動をいろいろと全国回ったんですけども、なれそめとか、報道ランナーを見てお声掛けいただいたっていう方も多くて、はい、とても嬉しかったよね。嬉しかったです。なんか僕たちの思いとかその活動とかでお話を聞いてみたいなと思ってくださった方が、結構全国でもいらっしゃったので、とても嬉しかったです。たくさんの人にね、僕たちの存在を知ってもらえるいい機会になったかなと思います。急に出してきたなはい、ということであれだよね、はい、あと保持者の方たちから DM もちょいちょいといただきだしてね、今年は特に多かったんじゃないかななんて思うけど、はい、僕たちの目指しているというか発信している意味の一つに幸せに生きていけるよっていうロールモデルになりたいなっていう思いもあるので、微力ながらなんかそんな風になれたらいいなと思っていて、そんな思いもあってメディア出演もしたので、はい、これからも機会があれば出たいななんていう風に思っています。はい、そんな感じ。だから報道ランナーが2月で、なれそめが4月やったんや。そうですね、放送は、あとちょっと振り返ると今年あれやわ、あれやペアリングも作りに行ったわ。そうですね、それ何月？2月やったかな。2月14に、はい、今つけてない2月14に作りに行ってるわ。そうですね、まさかのバレンタインデーに。確かに、はい、しかも2月14ってさ、ほら2019年の2月14日に同性婚訴訟がね全国で始まったとか、結構ね、なんかその時は意図してなかったけど、なんかいろいろと感慨深いな。そうね、ペアリングを作りに行って、そのペアリングの動画が
あれだよね、6月の YouTube のプライド月間の中の一つの動画に選ばれて、ね、それでもより多くの方に見ていただけて、ね、ありがたいことにチャンネル登録者数もそこでぐっと増えてみたいなことがあって、とてもなんか濃厚な、もうすでに濃厚な1年ですございました。はい、あとあれだよね、はい、国内だけじゃなく海外からもちょいちょいと取材をいただいたっていう年でもございました。はい、どこがあったっけ？思い出しますね。韓国どこや？あったな、韓国。韓国、アメリカ、スウェーニデン。ュース、スウェーデンスウェーデンあったよ。ありましたね。あと実現しなかったけどフランスとかオーストラリアからも連絡あって、で日本のニュースを中国でも見ていただいたりとかして、なんかプライドイベントで中国の人が声かけていただいたりとかもしてましたね。そんなとこまあ、特にね、アメリカだよね。アメリカのニューヨークタイムズか？そうだ、忘れてた。と、CBS、アメリカのテレビ、はい、CBS モーニングなんかしてたりね。アメリカの中で三大ニュース。そうですね、結構有名な有名なところで、しかも朝のモーニングニュースで10分ぐらいだったっけ？だったかな。なんかそれはすごいやっぱり大きなことらしくて、国内のニュースじゃなくて日本のニュースをアメリカで、しかも僕たちの尺で10分やったというのはなんかすごい驚異的なことらしくて、アメリカに住んでいる友達とかがね連絡してきてくれて、すごかったよっていうふうに言ってくださいました。なんかこの今の日本の現状をね、こう海外もすごく注目しているんだなと改めて、ね、我々にもアメリカからお声掛けかかったっていうのを、そうですね、すごく感じた1年でもありました。はい。ほんでもってあれよ、そんな上半期を過ごしながら5月下旬、約2週間ほど私たちは日本を離れることになったのですが、どこでしたっけ？はい、ラスベガスに行きましたね。この1年で考えると、このラスベガスの2週間ってめちゃくちゃ大きかったよね、自分たちにとって。そうですね、もう半年前なんやって感じなんですけど、YouTube には2、3ヶ月ずっとラスベガス動画上げさせてもらって、それぐらい残しておきたかった風景だったりとか経験なので、今年1年でもやっぱりすごい大きな経験だし、僕たちとかね、僕の人生にとってもめちゃくちゃ大きな経験となったので、今後の人生に必ず影響してくるような経験がたくさんできました。そのアメリカに住んでいる同性カップルのお友達の家に泊まらせていただいて、あえていろんなところに旅行行くみたいな詰め詰めの旅行じゃなくて、ゆっくりお家で、ね、こう日常の生活を味わいながらみたいなことさせていただいたんですけど、とても新鮮だったね。はい、まずね、日本とね、なんかもう家の大きさとか街の大きさがね全然違うんですよね。もう家の中も運動会できるんちゃうかっていうぐらい広かったです。あれだね、なんか日本以外で住むことのちょっとこう想像できたというか、視野広がったよね。そうですね、それまでうちら関西からね、関西にずっと住んでいて、で約2年前に東京に引っ越してきたんですけども、なんかね、海外もありやなってちょっと思わせてもらったラスベガスの旅行が、この1年とても大きかったなというふうにそうですね、感じています。はい、ここで私から質問していい？いいよ。じゃあラスベガスで一番良かった経験とか印象に残ってることを思い出さへん？いいよ。なんやろな。そうね、私は壮大なね、景色とか日本では見られないようなものを見たいなって、世界で見たいなっていう風な夢というかね、そういう風なのを常に思ってるわけなんですけれども、ラスベガス行った時にレッドロックキャニオンを連れて行ってもらって、それは本当に日本では絶対ないような景色だったし、壮大な岩肌が見えたような巨大な岩のこういうなんかビューなんですけどね、も
山じゃなくてね、岩がもう巨大な山みたいになってるようなねところバーって見て、すげえなみたいな、もうね、遠くから見ても大きいけど近くで見たらこれどんだけ大きいねっていうぐらいな巨大な岩肌のね山の映像を見させてもらったり、広大なねこう砂漠の風景の中にいたことによって、人生観っていうのはやっぱ変わりましたし、まだまだ見たことない風景景色たくさんあるんで、そういうのをね今後も見に行きたいなって思いました。はい。コウヘさんは？いやもう全く一緒。一緒か。レッドロックキャニオンのあの風景を見れたっていうのは、生で見れたっていうのはすごい人生にとってね、こう大きな経験したなっていうふうに思う。そうですね。やっぱりね、リアルでこう見るって全然違うよね。そうですね。それこそプライスレスというか、お金で買えない経験をしたなっていうふうにも思うし、あともう一個言うならば、元消防士元警察官っていうことを町の人にねこうお話しするというかことがあったんですけども、その時にやっぱりすごくアメリカでは消防警察という仕事をリスペクトされてるんだなっていうことを改めて感じたね。そうですね。もう退職してるってリタイアしてるって言ったらやっぱコングラチュレーションって言ってくれたりとか、今まで市民のためによく頑張ってくれたみたいな、全然日本で頑張ってたんでね、全然アメリカの方国違うんですけど、それでもよくみんなのために頑張ってくれたねってありがとうっていうふうな言葉をなかなか日本では現役の時でさえもそんなになんかありがとうみたいなね感謝されることってなかったんですけど、その辺はすごいびっくりしました。あとあれだね、レインボーフラッグとかトランスフラッグの街中に掲げている数の多さみたいなのもすごく衝撃的でしたね。お店ごととかね、企業とかお店とかで独自でやっぱり LGBTQ フレンドリーだっていうのをね意思表示してるっていうのが目につきましたね。はい、そこがなんか日本との違いかななんて思いながら、すごく新鮮な、超久々の海外旅行をやった。そうですね、コロナ入っちゃったんで2019年ぶり。2019年どこ行ったの年末にね韓国に行ってます、私たち。これその時に買いました。コウヘ君もそれじゃう。2019年のね、2020年入ってすぐコロナが始まったんですけど、その前にねたまたま12月に行ってたんで、ちょうど何年前や、4年前。4年前に行ったっきりねずっと行ってなかったんですけど、アメリカに行くことができました。本当にありがとうハジ。イアンもありがとう。また来年も行きたいね。そうですね、いろんなところ行けたらいいなって思います。そうね。ほんで帰ってきて、6月にあれですよ、アニバーサリーフォトを撮ったんですよ。あ、これあれですね、この前 YouTube 上がったやつですね。この前上がるんかな。そうそう、この前上がったやつ。そう、そのアニバーサリーフォト撮った動画およびメイキングは動画にもうすでに投稿しているので、しかもねメイキング動画はあれだよね、12月22日、僕たち付き合って丸12年を、迎えました。ちなみに今日です。撮影日今日が。コウヘ君12年間本当にありがとう。ありがとうございます。13年目もよろしくお願いします。お願いします。ちなみにこの後な記念アニバーサリーディナー行くねん。その動画はその動画で出すからな、めっちゃいいとこ行くねん。カネ君が一生懸命作るみたいなんで、見てください。鉄板焼き食べんねん。みんなが思ってる鉄板焼きちゃうで。ちょっといいとこ行くな。楽しみ。ご褒美に。ありがとう。行ってきます。何の話だっけ？アニバーサリー。そうそう。アニバーサリーフォトを撮って、でそこでねちょっと泣いちゃったんですけど、自分は。そうね、今年あんまりやっぱりねこうクイアにとって結構しんどい1年でもあったなっていうふうにも思っていて、なんかめっちゃ幸せな時間を今こうね過ごしているんだけども、どこかその友達の顔とか思い浮かんだりとかして、あとこう世間から聞こえてくる声とか、まだ同性婚法制化されていないこととか、ね、いろいろと思い出すとなんか嬉し涙と
そうですね。悔し涙が出たっていうのがあって、うんうん、まあそんなそうですね。濃厚な、そんな意味でも濃厚な年でもあったなっていうふうに思っているね。ちょうど6月はね、デモに行ってます。デモにも行ったよね。そうそう。やっぱりちょうどね、2月ぐらいから LGBT の理解増進法のことが動き始めて、動き出して、そのことでね、内容について、抗議するようなデモにね、6月私たちも立ちました。その時の動画もね残してますね。やっぱりそういうふうな社会でね、そういうふうなトピックがあったりとか出てきたりとかすると、やっぱり賛否両論というか、いろんなね意見がネット上とかでも飛び交ってて、それでやっぱりあんまり LGBTQ に寛容的ではないような意見とかがねもうやっぱり出てきたりして、でそれで当事者のコミュニティでもね大変な人たちがたくさんおりましたし、やっぱ実際それで苦しかったりとかねしてる友達とかもいたので、そういう面ではねちょっとその辺6月ぐらいっていうのは少ししんどかったりもねしましたけれども。そうね。はいはい。でもう10月いくんかこれ。まあええわ。10月あれよ、あれ名古屋の中学校でまさかの案件をいただいて、護身術&防災教室っていうね、中学校のね先生が呼んでくださって、いつも性の多様性のね、授業で呼んでいただくことが多かったんですけども、元消防士元警察官ということで、防災防犯、護身術の方でですね呼んでいただいて、とてもそこもチャレンジした、1年でございました。そうですね、現役の時っていうのは当たり前に防災教室とか防犯教室やってたので、なんかそういうのが卒業した後も自分たちの知識とかが提供できるような場所があって、自分たちは当たり前にやってたことが皆さんの価値になって喜んでもらえたっていうのはすごい良かったし、自分たちができることであればまた今後もやっていきたいなっていうふうに思いました。であれだよね、最初の自己紹介の時に、2人付き合ってます、約12年付き合ってますみたいな紹介だけさせてもらって、授業をさせていただいたんですけどね、休憩時間にね2人どこで出会ったんとか、結婚してんのとか、そういった子供たちから、質問たくさんいただいて、なんかその性の多様性の授業をしに行くのもいいけど、そういった別のことで、ね、授業をしに行ったりとかする機会の中で、同性カップルとはとか LGBTQ とはっていうのを何かしら考えてもらうきっかけになるっていうのもまた、それもまたいいななんていうふうに思いました。あとあれだよね、なんか消防士時代警察官時代に授業で呼ばれた時とはまた違った感覚っていうか、やっぱり職業を背負ってるからね、どうしてもあまり笑いの方を持っていけなかったりとか、硬い言葉になってしまっていたかな当時はと思うんですけど、今はもうカネとコッフェとしてお話しすることができるんで、少しねリラックスしてというか、楽しく授業を進めることができたんじゃないかななんていうふうに思っています。はい、思っています。びっくりした最後。はい。あと10月、すごい自分の中では10月大トピックがあるんですけど、覚えてる？10月？コッフェが？これ書いてんのかな、僕の中で。書いてへんのじゃん。じゃあ知らんわ。じゃあ知らんわ。新曲。忘れてた。皆さん聞いてくれました？ Just to the special to the yeah yeah You're the best to make me feel special I'm love やな。はい、新曲ジョイをリリースしました。おー、すごい。すいません、私自分のカレンダーには入れてませんでしたけど、一番自分も好きな、コミックの中で一番好きな曲だし、すごいいい曲できたなって思っておりましたけれども、どうですか？ありがとうございます。教えてください、いろいろできた経緯とか。いや、これめっちゃ作ってよかったなと思っていて、本当にここ約2年、東京来てからの2年、たくさんクイアの友達ができて、でその友達のことを思い出しながら作った
ちょっとこう励ましながらじゃないけど僕なりのプライドソングを作りたいなと思って作ったんですけど、アレンジャーさんともいろいろ相談してこんな思い出とかお話しながら作ってもらおうとですね、なんかめちゃくちゃもうアレンジ自体がいいやん、こうなんだろう、ちょっとラスベガスっぽさみたいなのもあったりとか、なんか本当にこの2年間自分がこう東京で感じてきたものをまずアレンジでしっかりとこう作っていただいたなっていうのがまずめちゃくちゃ嬉しかったし、他のアレンジャーさんにお願いしようかな、せっかく東京来たしっていうのもあったんだけど、いつもお願いしているアレンジャーさんに結局お願いすることになったんですが、その経緯としてはやっぱりこんな曲作ってでこんな思い出っていうのをお伝えした時に一番やっぱりその思いを組んでくれたっていうのがめちゃくちゃ大きくて、なんか仕事でもプライベートでもそうだけどやっぱこうしっかり思いをこうね分かってくれる人にお願いしたいなと思って、引き続きいつもお願いしている岩倉聡さんにアレンジをお願いして、結果めっちゃ良かったなっていうふうに思っています。で、そのプライドソングを作ったんですけど、なんか日本でプライドソングってあるんかなってずっと思ってて、もし日本のプライドソングこんなのがあるよというのを知ってる方いらっしゃったらコメント欄で教えてほしいなと思うんですけど、海外とかもねレディー・ガガの「Born This Way」とか、思い浮かんだりするんですけど、日本で僕はそのプライドソングって聞いたことないなと思って、じゃあ僕が作ろうかなって言いました。すごいな。で結果ね、こう友達のことを思い浮かべながらって何人かいたんですけど、その友達からめっちゃ良かったとか、もうずっと聴いてるっていう声をいただいたりもしてるので、作ってよかったなっていうふうに、届けたい人にちゃんと届けられたなっていうふうに思っています。ちなみにコペ君の歌の中で初めて、他の人の声入ってませんでした？確かに皆さん聞いてくださいました？あれコペ君以外にシンガーさんね、あれコペ君の今まで作った音楽では珍しくコーラスの人の声入ってませんでした？確かにそうや、忘れてた。あれがね入ることによって、すっごいさらに素敵な作品だったと思うんですけども、あれどなたの声ですかね？ありがとうございます。元ラブタンバリンズの、エリさんに、お願いをして、歌ってくれるということで実現しました。エリさんね、なんかまたゆっくりとこの動画にも出ていただくとして嬉しいなと思うんですけども、僕が中学校の時に、ずっと憧れで聴いていたラブタンバリンズというバンドがあるんですけども、そこのボーカリストの方で、本当自分が中学校の時こうねセクシャリティも含めなんかすごく孤独を感じながら中学生活高校生活を送っていた時にエリさんの歌声にすごく助けられたなっていう、僕が10代の頃に一番聴いていたアーティストの方なんですけども、ご縁があってつながることが大人になってからつながることができて、で今回こんな思いで曲を書いている、もしよかったらコーラスお願いしたいってことをお伝えしたら、そういうことやったら歌わせてみたいな感じで、承諾いただいて実現することができて感無量です。すごいですね。エリさん、僕もなんか音楽聴かせてもらったんですけど、もう声がすごくて、でいろんな声も出るし技術もすごいですし、であとね魂をねすごいぶつけてこられて、本当に歌声で感動、する声なんですけども、いろんなね声をコーラスで入れていただいて、コフェ君の曲がすごいなんかさらに深みとかが広がって、幅も広がったすごい立体的なものになって、感動をねする曲になったなと僕は聴いてて思います。歌ってさ、本当声って楽器っていうか本当技術だけじゃないんやなっていうのを思ったよね。技術ももちろんプロだから素晴らしいけども、やっぱりこう言霊みたいなね、魂を感じる歌声やったなっていうふうにも思うし、やっぱエリさん自身がアライってこう LGBTQ をサポートしようとか支援しようとする意思のある人のことを言うんですけど、エリさん自身がもうアライ表明してくださってるし、もうこれは
自分は音楽でも何でも関わる人を全てねこう共感する人をお願いしたいなと思っていたので、なんかこれはエリさんしか考えられないなと思って今回、実現してめっちゃ良かった。とてもいい曲です。また聞いたことない方はぜひぜひ、はい、聞いてみてください。はい、あと日本のカラオケに、ジョイサウンドさんで1月6日から、ジョイが入ることになりましたので、みんな歌ってもらいます。みんな10回ずつ歌ってください。ぜひぜひお願いします。お願いします。ちょっと難しいけどね、チャレンジして歌ってほしいなと。自分でももうめっちゃむずいなって。いつも自分が作った曲難しいなと思いながら頑張って、練習して僕も上手くなります。はい。ありがとうございます。はい。でお腹すいたいただきます。これもファンの方がくれました。確かに。マキさんありがとう。ありがとう。今年プライドイベントに9カ所回って、そう覚えてる？京都、東京、名古屋、札幌、関西、九州、今何個？6。コッペだけ那智行った。那智勝浦で和歌山。それだけ？8個行ったわ。8カ所行った。ごめん、今9って言ったけど8カ所やったわ。はい、8カ所プライドイベント回りました。8カ所中7カ所で今回ライブさせていただいて、そうすごいじゃん。嬉しかった。すごいですね。もう、そんな歌ったんですか？そう。コフェ君2年前まで警察官だったんですよ。確かに。すごくないですか？今年プライドイベントで7カ所7カ所歌った。そんな歌すごい。プロやな。めっちゃありがたいよね。歌わせていただいて、本当にその届けたい人がこう明確に目の前にいるから、プライドイベントってすごく歌う意味も感じたし、ここでね歌っていきたいなっていうふうにも思った。来年はずっとこうオケでやってたけども、なんか生演奏とかでも歌っていきたいなとか、あとプライドイベント以外でも歌っていきたいなっていうふうに、なんか歌う楽しさを改めて感じた1年にもなった。歌う意味とか、なんかすごい改めて感じた1年にもなったのが大きかったかな。結構ね、お客さんが涙してくれたりとか、ファンの方がコフェの音楽で感動したっていうのをね伝えてくれたりとか、CD いつも聴いてますとかね、で感動してますみたいな話もしてくれたりとか嬉しいですね。めっちゃ嬉しい。あとあれやな、コフェ君の夢がありまして、学生さんのブラスバンドとのコラボレーション、来年はねできたらいいですよね。プライドイベント、プライドイベントね、その中高生でね吹奏楽部の方とか出られている学校さんとかね、もうあるので、せっかく出はるんやったら、一緒に歌えたらいいななんてね、言ったりしてましたね。そう、ちょっとそういう夢もあったりします。夢はね口に出した方がいいから。確かに、まあ金子君が出してくれましたけど、そんなのも考えています。ちょっと食べよう。あれだよね、プライドイベント自体はどうよ。結構さ、視聴者さんとかが結構さ、金子フェがいるから来ましたっていう声がすごくたくさん、去年よりも2023年の方が増えたなっていうふうに思っていて、そうめっちゃ嬉しいよね。でもやっぱりそのあれだよね、そのイベントの会場の中に入るのはバレてしまうかもしれないから、ちょっと行けなかったんですけど、遠くから見てましたとか、遠くからライブ聞いてましたっていう後々 DM いただける方もいて、やっぱりね、地元でプライドイベントあったのだったらなかなか入りづらい人もいるんだなという、まだまだカミングアウトしにくい世の中だなっていうふうに改めて声を上げ続けたりとか、何かこう変えていくアクションをしていかなあかんなっていうふうにも思った1年でもありました。そうですね。その通り。金君どうですか、プライドイベントいろいろ回ってみて。そうですね、確実に開催される年も増えてきたし、参加人数とかも、コロナ禍も明けてきてね増えてきたのはすごいことなので、なんかもっともっと
今まで関心がなかった人にも届いてイベント参加するっていうところから LGBTQ の現状とかに興味を持ってもらえるようになると、日本が変わるスピードが少しずつ速くなるかなとは思うので、いいことではあると思いますね。ただ自分個人的な意見ですけど、日本の現状っていうのはまだまだだし、スピードも遅いと思ってるので、今のままだと良くないんだっていうふうな思いでね、みんな関心持ってくれると嬉しいかなとは思います。そうね、確かに、なんか理解が進んできてるからなんか生きやすくなったんじゃないってよく言われたりもしますけど、まだまだかなっていうふうにも、そうですね、思ったりするからね。昔に比べたらね、もちろん時代は進んでるんですけども、最低ラインっていうのが人権の先進国とかね LGBTQ の法律とか同性婚があるような国に比べるとスタートラインにも立ってないので、そこはまだまだだなと思います。地方もね、プライドイベントとか行ってね、そうやって当事者の人とかといろいろお話、視聴者の人とかとお話しするとやっぱりまだまだだなって思ったりもね、やっぱり生の声聞いても感じたりするので、そうですね、全然だと思います。なので引き続き頑張っていこうかなというふうに思います。プライドイベントめっちゃ大事だけども、それ以外にもやっぱ居場所づくりみたいなのがねやっぱり大事なんだなと思っていて、そういうのを東京にこっち出てきてクイアの友達たちといろいろと話している中で、なんかイベントやりたいねっていうことになって12月17やったかな、クイア&アライクミーンを開催してよかったね。感動しましたね。感動した。自分たちのね持ち物とか服とかをフリーマーケットにして、で一応安心安全な場所っていう風な、あれなんていうかスペースなんていうんですかね、セーフティースペース、セーフティースペースを守ってもらえる人だけ来てくださいっていう風な告知して、来ていただいた方なので、特にトランスジェンダーの方とかノンバイナリーの人とかっていうのは自分の性別をねなかなか店員さんとかがすぐ理解できてなくて、ちょっと買い物する時に不都合があったりとか、なかなか服を選んだりとかができないとか、もうちょっと大変なことになるとなかなか買い物とかにも行きづらいような状況に置かれてる方とかもおられるので、そういう人たちが安心してね服とかを選んだりとかおしゃれをしたいっていう風なことが叶えられるような場所を作って、クイアの当事者の人とかが気に入ってくれて買っていってくれて試着してくれたりしてる姿をみんなすごい感動的でした。確かに、350人ね言ってましたね、来場されて、そうめっちゃ嬉しかったよね。なんかその、安心してね楽しくお買い物できる場所づくりができたのではないかなっていうふうに思っているし、あとあれだよね、なんか生まれて初めてワンピースを着ることができましたとかね、嬉しいお声もいただいたりとか、でめっちゃね人が多かったんだけど楽しく過ごせたっていう声も聞いて、それもめっちゃ大事なポイントやなと思っていて、やっぱり大勢人がいる中でなんか居場所がないって感じたり安心できないって思われる方っていうのがやっぱりいるんだなと思っていて、あんだけねわんさか来場されていて本当に人が終始多かった中でも安心して楽しくお買い物できたっていう声はめちゃくちゃ嬉しかったなっていうふうに、思っているし、なんか見ていて僕は何回も会場を見ていてなんか泣きそうになって、なんかみんなが当たり前におしゃれを楽しんで買い物して会話を楽しんで、あとカフェスペースもあったんでコーヒーとかね美味しいお茶を飲みながらっていうみんなが和気あいあいとしてる姿を見て、なんか多分そのクイアの当事者の方にとっても安心できる場所やったと思うけど、あの場所って多分誰にとっても安心できる場所やったんじゃないかなって、居心地のいい場所やったんじゃないかなとか思って、これがね世の中たくさん大きく広がっていけばいいななんて思いながら、思いました。来年も、またやろうっていう風にメンバー内でも言ってますので、ぜひご興味があれば、お越しください。フリーマーケット自体は入場料をいただく形でチャージ料というか入場料をいただいて、それのね総額は LGBTQ の当事者支援の団体に
寄付させていただきましたし、僕たちのね服とかの売り上げの一部も国境なき医師団の緊急支援チームかなに寄付させていただきました。なんかね、できることをねこうやっていこうかなと思っていて、本当は微力ながらなんですけども、そうですね、今この時代でも今パレスチナの戦争というかパレスチナの虐殺ことあったりとか、今だいぶ報道少なくなってますけども、ウクライナの侵攻のこととかもあるので、本当に自分たちは今日本にいて安心というか平和なところにいるんですけれども、自分たちの前にある平和っていうのを、当たり前に思わずに日々を感謝しつつ暮らしていかなあかんなって思ってます。確かに。あとあれだよね、クイアフリマについては12月開催で、メンバーの中の、ね、方が12月開催で行こうっていうふうに決まったんですけど、やっぱり12月って孤独を感じやすい時期だったり、あと、ね、いわゆるファミリーで楽しむイベントみたいな、クリスマスイベントみたいなのもね多かったりするので、ね、12月に開催っていうのはすごい意味あったんじゃないかなっていうふうにも思うし、きっとね一人じゃないとかね、お守りになるような、服だったりとか雑貨だったりとかが手に入ったんじゃないかななんて思うので、来年もやったらいいななんていうふうに思っています。あとあれだわ、今年ちょっと12月いっちゃったけど、11月に岐阜県多治見市の小中学校2日間で5校回るという、僕らはもう金子多治見ツアーなんて言うんですけども、そういったのも大きなあれだったよね、今年の大きなトピックだったなと思っていて、特に小学校が初めてだったからね。そうですね、小学校講演会行くの初めてやったので、めちゃくちゃ楽しかったですね。楽しかった。金君は1校目で忘れた、涙が大号泣。その時の様子はこちら、パン。そうなんですよ、もうね、僕もともと涙もろいんですけど、子供たちのまっすぐな言葉とか心っていうのがね、僕の心をね打ちましたわ。なんで、もう1個目のね子供たちが感想とか言ってくれただけでもう感動してボロ泣きしました。可愛かった。その時の様子ね、見てください。ほんまね、子供たちはね、大人に聞いてほしいっていうぐらい感想文とかもね、後でいただいたりしたんですけど、確かにめちゃくちゃ良かったですよね。そこに居合わせてくれたというか、教職員の先生方とか、あと学校によっては保護者の方も OK とか一般の方も OK っていうことでね、幅広く講演聞いてもらえるような形をとっていただいていたんですけど、多分その子どもたちがね自ら考える時間っていうのをなるべく増やして一緒に考えていこうっていう形をとったんですけどね、多分その子どもたちの発言とか考えている横顔を見て、保護者の方とか、教職員の先生方もハッとすることがあったんじゃないかなっていうふうに想像していて、終わってから僕たちの SNS の方にDM で保護者の方から今まで私は何にとらわれていたんだろうってすごく内省したみたいなコメントをいただいて、その方は講演会にね来てくださっていたようなんですけど、やっぱり僕たちがねいろいろと足を運ぶ、全国いろいろ回って直接伝えに行くっていうこともすごく意味があることなんじゃないかなっていうふうに、改めて感じた、DM いただいた、保護者の方ありがとうございました。来年もいろいろ回れたりね。そうですね、今年は小学校から大学、企業、自治体全部網羅したんちゃうか。確かに、あとあれだよね、イベントとかでもね、映画のトークイベントに登壇させていただいたりとか。そうですね、ハートストッパー、とかのイベントもあって、
まああれだよね、日本のニックとチャーリーですとか言いながら、そうですね、知ってます皆さん、ネットフリックスか漫画コミックで見てください。コミックか、見てください漫画って言わへんか、コでもミック。めっちゃ共感するところ多くてね、うん自分たちもニックとチャーリーに、はい。ということでなんかあれだよね、今年本当にそうやって振り返ってみると、メディア出演って言ったらいいかな、結構ね YouTube 以外でも公の場に出ることが多くなった1年であったなっていうふうに、そうですね、うん最近我々の目撃情報がね、もう出てき始めて少しずつ本当ちゃんと外もちゃんと歩かなあかんなって思ってますけど、まあなんかちゃんと生きていかなあかんなって思ってます。でも嬉しいよね、やっぱりこうね、幸せに生きていけるんだぜとか、なんでこの2人結婚できないんだったっけとかこう考えてもらえるきっかけに、ね、なればいいなっていうふうにも思っているから、いろんな方にこう知っていただけた1年でもあったんじゃないかなと思って、はい、とても充実していたね、まあ、初めてのことなんで結構大変というとね、そうですね、ぶっちゃけうんね、しんどいこともあったけども、うんいろんなたくさん皆さんからのはい、嬉しい声もいただいたりもしたので、うんとても充実した1年だったなっていうふうに思っています。はいはい、じゃあ今年1年はい振り返ってみて、はい一言で表すとってはいいう話をしてみようか。そうですね、俺からでいい？どうぞ。まあ、僕は出会い、お出会いです。本当にいろんな人に出会ったよね。もう本当にそうですね、もういろんなジャンルの方に出会ったなと思っていて、それこそなんかテレビ関係のディレクターさんとかとね友達になる日が来るんやとか、あとなんやろな、出版関係の人もそうだし、本当にいろんな、まあ、海外の人もそうだし、クイアの友達もそうだし、本当なんか警察官やっていた頃には出会わなかった確かに、人たちとたくさん出会った1年だったなと思って、とても充実していたし、はい、京都から東京に引っ越してきた時もなんかいろんな人に出会っていろんな価値観に触れたいなみたいなのはすごくあったので、今年はそういった意味でも、まあ、ある意味目標達成したなっていうふうに、はい、思います。本当に、はい。金君は？はい、2023年を一言で表すと、ごめん、二言にさせて、変化と新しい世界ですね。おまあどっちもつながってるんですけど、見るものすべて、経験することすべて、出会う人すべて、みんなね新しい人たちばっかしでだったし、自分自身の考えとか物の見方とか生活とか人生とか、まあ、全て変化もしてるし、でも多分これは今年だけじゃなくても来年以降もどんどん新しいものと触れ合ったりとか、どんどん変化していくだろうなっていうのが、なんとなく思うので、すごい楽しみだしワクワクするし、人生自体がとてもワクワクして楽しみです。はい、すごい変化だよね。シャイこの1年もそうだし、この東京出てきてからの2年がめちゃくちゃ変化してる。そうですね、仕事辞めたあたりでちょっと人生変わりました。まさか YouTube やって皆さんとすっごい遠い世界のね、遠いところに住んでる人とつながったりとか、出会ったことない人と出会うような人生になると思っておりませんでした。はいはい。ということで、はい、皆さんははい、 2023年どんな1年だったでしょうか。はい、もしよろしければコメントなどで教はい、えていただけると嬉しいです。嬉しいさ。はい、来年もはい、ぼちぼち YouTube 上げていきますので、皆さんどの動画が好きだったとか、来年2024年、こんな動画見たいなとかもしありましたら、そちらもコメントで教えていただけると嬉しいです、はい、と YouTuber っぽいことを言ってみましたけども、はい、ということで、今年も1年本当にご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録と、あとはいグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。お願いします。では、はい、来年はい、また会いましょう。お、次の動画は来年かあ、ちゃうかな、わからん。分からんけど。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバーイ。あ、今年年男でした。うさぎ男でした。